こんにちは。青木さやかのどこ見てんのよチャンネルです。今私は八王子にあるベシタインジャパンさんに来ております。20年ぶりにやってまいりました。これがですね、私が20年前に買った、ベシタインです。いつもここで、弾いております。大好きなピアノです。今回はいろんなピアノの弾き比べをしてみたいと思います。ピアノってそれぞれに音が違うんですよね。すごく面白いです。それを皆さんと一緒に検証していきたいと思います。ベヒシュタインジャパンの代表であり、ピアノマイスターの加藤さんにいろいろ教えてもらいたいと思います。こんにちは。こんにちは。ピアノは何年頃にどこでできたものですか1700年ぐらいにイタリアのメディチ家の職人さんが発明されたっていうことです。何がきっかけでピアノを作ろうって思ったんですかね。その頃使っていた鍵盤楽器をチェンバロって言うんですけれども、はい、チェンバロは強い音も弱い音も出ないんです。一定の音量しか出ないものですから、強弱の出るチェンバロを作りたいなっていうことで、それで強弱の出るなんで強弱ですから、フォルテピアノ、ピアノフォルテというふうに呼ばれるようになって、それがピアノのスタートになりました。で、日本に入ってきたのはいつですか？日本にピアノが普通に入ってくるようになったのは、明治維新で、西洋音楽がこう日本に入ってきたと同じタイミングで、ドイツ、フランスから日本に渡ってきたということですね。伊藤博文さんがこう日本に入れたみたいな話をどっかで聞いたんですけど、そういうわけではないんですか？伊藤博文さんは、私も聞いた話なんですが、政府の代表として、ドイツの方に行った時にですね、フランツ・リストの演奏会を見て、あのものを我が国のピアノ教師にできないかということを言ったという話があります。こちらはホフマンというメーカーのピアノです。加藤さん、このホフマンはどういうピアノ、何年頃のピアノなんですか？1904年にベルリンで創業したメーカーなんですけれども、ヴィルヘルミーネ・ホフマンという女性が社長さんだったんです。女性が作ったピアノのメーカーなんですけれども、いろんな人にピアノを弾いてもらいたいという願いから作った会社だっていうふうに言われてますね。ということは、もともとあったそのピアノよりももう少しリーズナブルに一般家庭に入れようっていうような。そうですね。ピアノですから高価なものなので、中流家庭の市民、いろんな方々に弾いてもらいたいっていうの望み、願いがあってっていうことを、言ってますね。ヨーロッパではかなりホフマンを使っている人は今も多いんですか？そうですね。比較的台数としては多く、特にドイツ語圏ですね。ドイツ語圏には多く出荷されています。では、ホフマンの音の特徴はどんな感じですか？ドイツ語圏ですから、ドイツ語で特にベルリンの方のドイツ語ってはっきりしてるんですね。ですから、非常に朴突なんですけど、響きがとてもクリアというか、はっきりした響きが特徴であります。わかりました。
はい、ホフマン弾かせてもらいました。なんか、こう、よくわかります。朴突として、でも、はっきりとして丸みもあるような感じがしました。そうですね。そうですね。続いてこの黒いピアノは、プレイエルです。プレイエルっていう、可愛いですよ、文字も。ちょっと、ほら、このプレイエルっていう文字が可愛いですよ。このプレイエルはいつ頃のピアノですか？1807年にイグナス・プレイエルっていう音楽家、もともと音楽家なんですけども、はい。ハイドンで知り合ったんですけれども、1807年に、パリで創業した会社になります。へえ。もともと音楽家で自分でピアノを作ろうと思ったわけですか？音楽家で、当時ですね、手作りの時代ですから、音楽家がピアノの楽器制作をするっていうのはそんなに珍しい話でもなくてですね、他にもいらっしゃいます。ムチオ・クレメンティっていうですね、そのあたりで有名なクレメンティもピアノを作っていましたし、比較的多かったみたいです。では、プレイエルを使っていた、そのメジャーなピアニスト、音楽家っていうと、ショパンですね。ショパン。ショパンがワルシャワからパリに入ってくるわけなんですけども、はい、その1830年にショパンがパリに入ってからですね、プレイエルがショパンのこの人天才だということで、ショパンの大層可愛がってですね。あ、プレイエルがショパンを可愛がった。そうですね。それで、パリっていうかフランスの音楽界にデビューを手伝ったっていうかですね。で、プレイエルのサロンでショパンの演奏会を頻繁に行ったりですね。ショパンは逆にプレイエルの楽器から、ピアノからインスピレーションを受けて、作曲をする。お互いが営業関係になったっていうふうに言われています。じゃあ、そのショパンの作曲のこの曲だったら、こういう音がいいなっていうふうにプレイエルがピアノを変えたってこともあったんですかね？あると思います。当時のプレイエルを見るとですね、例えば1837年生と40年生でちょっとずつ変わってたりしますので、もう1年違ってたらマイナーチェンジがたくさんありますので。はあ。じゃあ、このショパンが好きな人はプレイエルで弾きたいなんていう人もいるんでしょうね。たくさんいらっしゃいます。あ、そうですか。プレイエルっていうのはどういう特徴があるピアノですか？私は非常に明るい音でですね、言葉を喋ってるような、そんな明るい言葉を喋ってるような、広がっていくというかですね、ちょっと言葉で難しいんですけれども、明るくて広がりのある響きみたいなイメージがあります。わかりました。加藤さん、すごくこう、明るい、こう、なんて言うんでしょう、跳ねるような、なんか、明るい気持ちに、同じ曲弾いてるんですけど、はい、こっちの方が、なんて言うんでしょう、なんかムードの明るい曲を弾いてるなって感じになりますね。はい。面白いです。面白いですね。はい。続いては、日本で海外のピアノとして一番メジャーなんじゃないかなと思います。スタインウェイですね。そうです。はい、スタインウェイです。ロゴはこんな感じです。ロゴって言うんですかね、これ。ロゴで。はい。ロゴ。はい。コンサート会場とかでよく。そうですね。一番多いかもしれない。一番多いメジャーなピアノでございます。はい、スタインウェイは何年のピアノなんですか？これは1853年にニューヨークで設立された会社です。スタインウェイさんっていう人なんですか？スタインウェイクっていう。スタインウェイクっていう人。ウェイクってWAY じゃなくてですね、WEG で。ウェイクっていうのは、ドイツ語で道っていう意味なんですね。はい。ですから、道は英語でウェイですから、ドイツ語のスタインウェイクっていうのを英語風に変えて、スタンウェイっていう名前に変えて、それで、ドイツ人が移民をしてニューヨークで作った会社になりますので。
なんかこう作曲家っていうか音楽家の演奏家の人は関係してたりするんですか？広告塔になったのがラフマニノフですね。ラフマニノフって聞いたことがありますね。ラフマニノフがもともとロシアですけれども、ロシアにいた時はベシュタインを持ってたんですね。でラフマニノフは、はい、でラフマニノフをベシュタイン使っていて、それでアメリカになんていうか亡命というか行くわけなんですけれども、アメリカに行って、非常に素晴らしいピアニストだったんで、スタマエがラフマニノフを、自分たちの専属ピアニストにしようということでですね、それでアメリカ大陸をスタマエを持ってですね、演奏旅行をしたっていうのが世界中に広がった有名になったきっかけになります。へー。今コンサート会場とかで一番よく見るのがスタインウェイですよね。そうですね。戦後はそうなりましたね。なぜですか？アメリカの会社だっていうのが一つあるかもしれませんし、アメリカっていうのは非常にホールが大きくてですね、大勢の人を入れて、お金をたくさん稼ぐという。ヨーロッパはサロン文化ですから、あんまり大勢の人をですね、コンサート会場に入れるというんじゃなくて、サロンの中の友人であるとかに、貴族とかに、音楽を聴かせるっていうスタイルですけれども、アメリカはそうじゃなくて、やっぱ資本主義ですから、大勢の人を入れようと。で、そこで響くピアノを作りたいっていうのが発想にありますので。じゃあ、だから大きい会場に合うわけですか？そうですね。そういったものを、作ったっていうのは、あると思います。へー。スタインウェイの音の特徴ってどういうところですか？英語っぽいんです。米語っぽいんです。米語っぽい。どういう感じですか？なんかね、ちょっと洒落てるというか、何か発散するっていうかですね、輝かしい。外に向かって発散してる感じをそうします。で、あとは、ダークトーンっていう人もいるんですけれども、少し暗いところもあるんですけれども、暗いところもあるんだけれども、それが外にファッと発散してるところもあったりですね。パーッと広がりがあるっていうの感じがします。はい、大きなところで響いてる華やかな音だなっていう気がします。ラフマニノフっていう作曲家の人が使ってたんですよね。そうですね。アメリカに渡ってからラフマニノフが。ラフマニノフって聞いたことあるなと思ったら、スケートの時に使ってた曲ですね。そうですね。浅田真央ちゃんがバックミュージックっていうんですか、音楽で使ってて、ピアノコンチェルトの第2番。こんな曲です。スタインウェイでした。さて、うちにもあるベヒシュタインです。ベヒシュタインっていうのは、ヨーロッパではシェアは一番大きいですか？そうですね。ヨーロッパのピアノのメーカーとしてシェアが1位ですね。私は何が好きかっていうと、一番最初の YouTube でもお話ししましたけれども、ものすごく音がクリアだっていうことと、ミスタッチが一番目立つってい
いう感じがしてですね。そうです。先ほどのスタインウェイはミスタッチがあまり目立ちにくいなっていう感覚があるんですけれども、これはすごくこう、ミスもはっきりと見えるっていう、ことが私はいいなっていうふうに思ったんですけれども。ベシュタインっていう人ですね、これはね。そうです。カール・ベシュタインっていう人ですね。はい。で、1853年でスタインウェイと同じ年代、年なんですけれども、ベルリンで創業した会社になります。あっちはアメリカで、こっちはヨーロッパで。そうですね。はい、カール・ベシュタインは、若い頃にですね、フランスのピアノの製造にとても興味関心を持ってですね、はい、ヨゼフ・プレイエルっていう、ドレスデンにあったフランスのピアノのメーカーにデッチ奉公に行くわけなんですね。うんうん、それから一度ベルリンに行くんですけれども、うんうん、フランス語を習得してですね、どうしてもフランスに行きたいということで、それでフランスに渡って、で、なんとですね、プレイエルと影響関係のある職人さんのところを転々として、フランスのピアノの製造がカール・ベシュタインのピアノのエッセンスというか、基本になってます。じゃあフランスとドイツのエッセンスが入ってるってこと？そうですね。非常に響きもはっきりしてますし、フランスっぽいところっていうとですね、やっぱり少し音が明るくて、で、声のような、言葉のようなサウンドというか、旋律を奏でることができると思います。ベシュタインはこう、なんていうんですか、使っていた音楽家の人はどなたですか？フランツ・リストですね。リストよりも先にですね、ハンス・フォン・ビューローっていうベルリンフィルの初代指揮者になった人物で、フランツ・リストの弟子のピアニストなんですけども、はい、で、ビューローがベシュタインを使って、リストが作曲したロタン調ソナタを初演するんです。そのロタン調ソナタの初演がすごいということで、それを支えたベシュタインってすごいピアノだということで、ベシュタインがベルリンで有名になっていったんですね。で、その3年後にリストがベシュタインを購入したんです。で、ずっと亡くなる、ほとんどの晩年までですね、リストがベシュタインを使い続けます。私多分今、うちにベシュタインがなくて、今ピアノを選びに来たとしてもベシュタインを選んだだろうなっていうふうに思いました。はい。これはもう感覚的なことなんですね、きっと。もうあるんだろうなと思うんですけど。はい。どうでしょうか。今演奏を拝聴させていただいて、一つずつの音がとても丁寧に弾かれてるので、はい、それが伝わってきますね。伝わりやすいと思います。I love ベシュタインです。こう弾いたときにですね、ハンマーが弦を打った瞬間に、ベシュタインというのはいろんな音を変えることができるんですね。はい。ですから、言葉と一緒でですね、言葉っていろんな抑揚を出していると思う。抑揚っていうかニュアンスを出していると思うんですけれども、言葉のようなニュアンスを青木さんは非常に丁寧に表現なさろうとしてたと思う、そういうふうに聞こえたもんですから、ベシュタインは多分そういったことが一番やりやすいだけなんですね。なるほど。で、スタインウェイは、どちらかというと音量がふわっと変わっていくもんですから、抑揚をつけようとするとかなり音量をすごく変える形になっちゃうもんですから、そこがどういう表現がマッチングするのかっていうことだと思うんですけれども。合う合わないっていうのは。はい。はい。ちなみにスタインウェイで今と同じようなことをすると。こういう感じですね。音がふわーっと大きくなるっていう感じなんですね。
ベシュタインの方、ベシュタインは小さな音のところでこういろんなこう響きが変化するっていうのが特徴ですね。やっぱりスタインは華やかな感じが華やかしますね。華やかですね。はい。今からご紹介するピアノはもう販売はしてないっていうことですね。そうですね。これは今もうなくなっちゃった会社ですけれども、はい、ローゼンベルガーっていうウィーンのピアノ制作者の作品になりますけれども、1830年のシューベルトが生きてた時代のものになりますから。じゃあシューベルトはこれを弾いていたんですか？シューベルトはこれに非常に近い楽器、このローゼンベルガーではないと思うんですけれども、それはよくわからないものですから、非常に近い楽器を使っていたはずですね。シューベルティアーゼの絵画の中にそっくりのものが出てきますからね。なるほど。今弾かせてもらったもののどれよりも古い。そうですね。どんな特徴があるんですか？ピアノが発明される前に使われてた楽器のチェンバロにちょっと音の感じが近いかもしれませんね。目で見て分かる特徴っていうので言うと、鉄骨がないんです。本当だ。シンプルシンプルです。はい。そうですね。こんな感じだったですね。これは買えるんですか？これは一応売り物にはしてないんです。じゃあちょっと弾かせていただきます。オルガンのような。山野楽器さんに移動してまいりました。銀座の山野楽器さんです。ここで、ヤマハさんと河合さんのピアノを弾かせてもらいたいと思います。ヤマハさんのピアノ。ヤマハさんっていう人が一番最初の創業者なんですよね。そうですね。ヤマハトラックスっていう方がオルガンの制作から始めた会社だっていうことですね。はい。1900年からピアノを作り始めたっていうことですから、非常にピアノ作りということで言えば、非常に長い歴史を持っている会社になりますね。ピアノといえばヤマハさんみたいな。業界、楽器製造のマーケットリーダーということでは、やはりヤマハさんが世界のマーケットを引っ張ってるっていうことじゃないでしょうかね。ってことはヤマハのさんのピアノが世界中にもう行ってるわけですか？そうですね。もう世界中に北米から南アフリカまで。ベシュタインとかその海外のメーカーさんと日本のメーカーさんの大きな違いっていうと何ですか？いろんな国に持って使われるっていうことを、それをやっぱり意識して使って、使いやすさと壊れにくくて、使えるっていうのは、それは日本製の大きなメリットだと思います。では弾いてみます。うちは子供の頃に使わせていただいてたのがヤマハさんのピアノなので、なんかすごく懐かしい感じがいたしました。はい。弾きやすくて音がまろやかな感じがしますね。では、河合さんです。河合小一っていう方がですね、作ったピアノの会社で、昭和2年にピアノの製造を開始したということです。ヤマハのその技術部長をしてたのが河合小一さんで、で、そこから独立をしたということなんで、ベシュタインとの関係で言うとですね、河合小一さんがヤマハさんの技術部長だった時に、社長の命令でですね、
欧米に行って、模範になるピアノのメーカーを探してこいということで、それで河合浩一さんが団長になって、それで欧米に渡って、それでベシュタインと契約をして、ベシュタインに美術指導をしてもらうということをした人ですね。じゃあベースはベシュタインになってるんですね、河合さんのピアノ。そうですね。技術の指導を受けたのは、河合浩一はベシュタインから受けていると思います。ほう。やっぱりヤマハとか河合で育ってきたんだなっていう小さい頃の感覚がすごい蘇ってくるような、多分うちにも学校にも多分大人になるまで河合さんとヤマハさんのピアノしか弾いてこなかったんだと思うんですが、その時のそのタッチの記憶とか音の感覚っていうものが強く蘇ってくるなっていう感じがしています。ソナチネをこれで何回稽古したかっていう感じっていうのを、思い出すことができました。やっぱりあれですね、ピアノってそれぞれ全然違いますし、それぞれの個性が違うなっていうこともありますし、弾いてみてその時のことを思い出す、なんか原風景を思い出すみたいなところがあるんだなって、面白いものだなっていい経験をさせてもらいました。一言でそのピアノって言っても全然違うものなんですね。そうですね。今すごく僕今感動してお話を伺わせてもらいましたけど、記憶の引き出しを開けてくれるなんていうのはいいですね。そうですね。本当にこれからもいろんな記憶をですね、ピアノと一緒に、楽しんでいきたいなと思います。どうですか？はい、ぜひピアノ演奏楽しんで続けてください。いいこと言いました。はい、すごくいいことです。感動しました。ありがとうございました。作ってくれたお料理はこんな感じです。